家なしです。この1週間ちょっとのうちに4つの大型ゲームイベントでいろんなゲームが発表されたので気になった15本ピックして皆さんにも共有しつつ好きに喋ります。目的はこちらです。早速本編どうぞ。ファイナルファンタジーレゾナンス。スクエアエニックスが提供するファイナルファンタジー ×HD2D 単性 RPG です。2026年10月22日発売予定。去年10月に撮集したソシャゲ FF ブレイブエクスビアスがベースらしくて、オクトラ大陸の覇者をベースにオクトラゼロ作ったのと同じ系譜かなと思ったら、メディアインタビュー曰くシナリオの大筋とキャラクター以外全部変えた。バトルシステムも全然違うらしい。UI のパッと見だとバトルシステムはオクトラですね。また HD2D かよ。また既存キャラのお祭りゲーかよと霊障ムーブすると見せかけて普通に楽しみ。プロデューサーの中島さん曰く、もしドットのまま FF が進化してたらっていう思いを出発点に描いたらしく、私も同じ IF を無双していたこともあったので興味津々。これも10年前ですけど、ドット全盛期過ぎた後にドットゲーとして出てきた FF4 のジアフターとかレジェンズとかも普通に面白かったんで、今回もなんやかんや楽しめるんじゃねと期待する一方、あの時期からさらに浴びている娯楽の質が上がっちゃってるのもあって、今プレイしたらインディーゲー感覚えちゃって、やっぱ FF は先端のビジュアル表現じゃないとダメだって思い直すのか、あるいはそこまでネガティブに感じずともオクトラの2番線時間だけ覚えて終えるのか、やっぱおもろーってなるのか、どう受け止めそうか想像がつかないので素直に楽しみです。発売日にダッシュします。ファイナルファンタジー7リベレーション。スクエニの7リメイク3部作の完結編です。前作リバースではワスラルル都まで行ったので、そっからエンディングまで。2007年春発売。過去の2作品とも私は好きで、特に初代の FF7 リメイクはエアバスター戦の入りだけで元取ったと思うぐらい興奮しましたし、ハリポタのディメンターみたいな見た目してる名前忘れたんですけど、幽霊みたいなやつが運命力発揮してくる。原作と違うストーリー展開もチャレンジングで私はポジティブです。2作目のリバースは PS 時代の RPG かっていうぐらい押し寄せるミニゲームがだるかったんですけど、今回ミニゲームはよりやらなくてもいい要素に位置づけられるらしく安心。今回はオープンワールドの世界の中で飛空艇であるハイウィンドからシームレスでパラシュートで地上まで降りられるらしい。オープンワールドで高所飛び回ったりそっから落下するっていうのはティアキンとかでもできますけど、本作ぐらいのグラでそれができた時にどういう気持ちになるのか楽しみです。にしてもちゃんと完結するらしいんですが、忘れられる都からエンディングまで大概だけどどうやってはしょってくんだろう。 FF73 部作はリリーススパンが長すぎてビジネスとして成立してんのか全然わかんないんですけど、一消費者としてそんなん気にせずこれも楽しみに待っています。キングダムハーツ4。ディズニー×スクエニのアクション RPG キングダムハーツの最新作です。前作3が2019年なので7年ぶりの新作発表。発売日未定。あらすじとしては主人公の空がクアッドラトゥムというあまりにもスクエニのネーミングすぎる現代の東京に似た世界で目を覚まし元の世界へと戻ろうとするとのこと。最近のディシディアといい東京に持っていくのがブームなのか、これだけ FF シリーズ好きぶっていて実はキングダムハーツシリーズ1作品もやったことなくて、 FF の世界にディズニーキャラクワクワクワあっしょないわーってこじらせたまま今日迎えちゃったので、今作を機にプレイしたい。個人的には過去作で作曲に担われていた下村陽子さんが続投されるのか気になっています。ゲームは未プレイなんですがキングダムハーツの戦闘曲とか好きです。下村さんはマリオ RPG とか聖剣伝説レジェンド・オブ・マナとかファイナルファンタジー15とかの方ですね。推しのお一人です。ドラゴンクエストモンスターズ4枯れ木の国のビアンカ・フローラ。ドラクエのモンスターを育てて戦う RPG ドラクエモンスターズシリーズの新作です。モンスターを捕まえて育ててモンスター同士を掛け合わせて全然別のモンスター作ってまた育ててって感じでパーティーを強くしていく配合システムがシリーズの柱です。メガテンの悪魔合体と同じ感じですね。2026年12月3日発売予定。やばそう。ドラクエモンスターズは私も大昔にソードドラゴン育てて二見くんのヤマタノオロチにボコボコにされて遊んでました。だいぶ前に久々にこのシリーズやるか思って2016年にドラクエモンスターズジョーカー3っていうのやったんですけど、好きな人いたら申し訳ないんですけど全然ハマれなくて、 3DS なんでしょうがないんですけどグラのチープさが目についちゃったっていうか、なんていうのかな、モンスターのモーションは可愛いんですけどなんかフィールドがあまりにも小ざっぱりしすぎていて、なんかデバッグルーム感覚えちゃって没入できなかったんですよね。自分の好きなモンスターを育てて愛着が湧いてきたところで配合で送り出すっていうなんか俺しかみたいな連綿としたドラマ感があるモンスターズのシステムめっちゃ好きなんですけど、ゲームボーイ時代はなーなーにできたグラフィック面で引っかかってダメだった 3DS 時代のあれと今作も同じ匂いを感じてしまう。だけどまあやるか、システムがずるいよな。輝く息打つか。今回紹介する15本の中ではぶっちゃけ一番不安なんですが、まあ飛び込んでみようと思います。ファイナルファンタジー14。スクエニの世界有数 MMORPG が8月にスイッチ2版対応。これはもういいですよね、散々動画出してるし。
し、リプレイの方も一度引退した方もぜひ、忍耐で指相撲の5分の1も尺使われなくてがっかりしたんですが、そもそもスイッチ2版対応って忍耐が処方じゃなかったし、キングダムハーツとかドラクエモンスターズの新作があればそっちに尺使うやろって人に言われて、確かになと思いました。ゼノブレイドジェネシス、モノリスソフトのアクション RPG ゼノブレイドシリーズの最新作。舞台は6つの太陽を持つ世界アンシャルで、世界の源たるアニマとアニマを操る騎士たちの物語らしい。2027年発売予定。前作3が2022年なので5年ぶりの新作です。まさか来ると思わずびっくり。ゼノブレイドシリーズは少年漫画みたいな熱いストーリー、それと最近で言うとアークナイツエンドフィールドに近いスキル間のシナジーを考えてリアルタイムでコマンドを選んでいく形式のバトル。あとキャラゲーとしても魅力的なゲームで、私も1、2、3ゼノブレイドクロスをプレイ済み、2のホムラと光の同人誌一生漁ってた時期もありましたが、ゲームとして押すなら圧倒的に初代とクロス。前者は全ての要素がシンプルに超おもろい。後者はロボット SF ものがそんなタイプじゃない私ですら、メカの操作と惑星探索が楽しくてハマった傑作。それぞれディフィニティブエディションとしてリマスターされてるので、ビジュアルを見てビビッときたらぜひプレイしてほしいです。3はあんまりハマれなかったのと、今作のジェネシスはパッと見グラがなんかゼノブレイドっぽいっていうか、ファイアーエンブレムっぽいなって思ったんですけど、ゼノブレイドシリーズに蓄積された信頼貯金がまだ尽きてないのと、クロノトリガーやゼノギアスでおなじみ作曲家の三田康則さんが本作を指してお楽しみにとポストした確定演出が入ったのでプレイします。ファイアーエンブレム万死先行。任天堂のシミュレーション RPG ファイアーエンブレムシリーズの新作です。神々の支配によって繁栄を極めるダグザ帝国、その中心地ダグシオンで優勝すれば願いが何でも一つ叶う大剣闘祭が開かれて、実力者たちが熾烈な戦いを繰り広げるらしい。2026年9月17日発売。2019年に発売されたファイアーエンブレム風化雪月との世界設定のつながりがファンコミュニティで議論されてるらしいんですが、現時点で不明。私はシミュレーション RPG が全般好きなんですが、一度キャラが戦闘不能になるとロストするファイアーエンブレムのシビアさが注意力散漫な私には合わなくて、ぬるい難易度で覚醒と風化雪月をやっただけです。風化雪月はストーリーもキャラゲーとしてもめちゃくちゃ好きで、そことの関連性が指摘される今作も手出そうかなと思ってるんですが、今のところヒルダやドロテアみたいなドスケベおっぱいがいないのが気になる。ペルソナ6、アトラスの国民的 JRPG ペルソナシリーズの完全新作で、シリーズ全般の特徴としては学園×ジュブナイル×単性コマンドバトル、発売日は未定。ペルソナ本編は5だけ手出して興味珍しいド直球の完全懲悪青春ストーリーと、あとマコちゃんが可愛すぎるのと、ペルソナらしいスタイリッシュな UI 表現にハマって以降3、4を配信で見たのと、あとペルソナ9と Q2 新女神転生5ベンジェンスをプレイ。私はミーハーなんでゲームの評価が世間とあんまブレないんですけど、世間から爆裂に評価が高いメタファーリファンタジオが珍しく合わず、このシステムでやるなら学園もののペルソナでやりたいなぁと思っていて矢先だったのでこっちも嬉しい。絶対プレイするんですけど、ペルソナ5もティザーカットから発売まで3年弱かかったので待たされそう。いずれにせよリメイクをこすりまくってもしっかり新作を出し続けるアトラスは JRPG の希望ですね。この調子で世界中の迷宮もお願いします。デルタルーンチャプター5、インディーゲーム開発者トビー・フォックス氏によるアンダーテールのパラレルストーリー、デルタルーンの全7章中第5章。アンダーテールもデルタルーンもドットグラで描かれるレトロ風の RPG で、敵なのにどこか憎めないキャラクターと笑いと感動とダークさが共存する、あえて何かに似せるならマザーっぽい雰囲気のゲームです。前回4年待たされたので、どうせまたしばらくデルタルーンほっぽってスマブラとかポケモンの楽曲作るんやろって高く食ってたら、まさかの1年で事象が来て歓喜。チャプター3の裏ボスがゲロムズすぎて、以降ストーリーだけをエンジョイ勢になりましたが、いつひどいことになるのかハラハラさせられる引きは健在なので、これもリリース日にプレイ予定です。マザーシリーズとか好きな人は絶対好きなはずなので、どちらかというとまずアンダーテールをプレイしてほしい。そっちハマれば多分こっちもやる気になります。ゼルダの伝説時のオカリナ、1998年に発売された任天堂64の名作ゼルダの伝説時のオカリナがスイッチ2向けにリメイク。魔王ガノンドロフの野望を阻止するため、少年リンクが時のオカリナを使って7年後の未来へタイムスリップして世界の平和を取り戻すために戦う感じ。2026年発売予定。ティザームービーからのメディアの考察曰く、原作スタート時点ではリンクはトライフォース持ってなかったのに今回持ってるっぽいので、ストーリー変わるんじゃねとのこと。最初時岡って聞いた時新作じゃねえのかよって声ありましたし、一瞬私もそう思いかけたんですが、30年近く前の作品の、しかもストーリー改編までしだしたらもう新作として認識してやれよって感じだなと思い直しました。当時のゼルダは最近のゼルダ、ティアキンとか知恵の借り物以上に謎解き要素がグロくて、記憶が正しければ当時水の神殿でガチで積んだ記憶があるので、今回は何も見ずにリベンジしたいところ。あとスタルチェラが苦手すぎるのでマジで何とかしてほしい。ビジも無理。暗闇でカシャカシャ言うのがマジで無理。ス
ターフォックス。同じく任天堂64の名作シューティングゲームスターフォックスのスイッチ2リメイク版2026年6月25日発売予定。あんまり普段からシューティングゲームはやらなくて、原作もパペットスンスンみたいなギョロめのスリッピーが敵シールド分析完了、モニターに表示するよって言ってるのだけうっすら覚えてて、原作未プレイなんですが、この前マリオギャラクシーの映画見に行ったらフォックスが出てきて、こいつとズートピアのニックがほんとメロいキツネだなって改めて感じたのでプレイしたい気持ちになりました。あとこのゲームすごいのが、スイッチ2のカメラ機能を使って自分のモーションに合わせてコックピットのパイロットが動くんですよね。任天堂のこういう発想マジですごくね。これだけでちょっとやってみたくなるし、しかも口開けるのとか眉の移動とか、私が V の姿起動する時のカメラ性能より良くて悲しくなりました。こういうシューティングゲームしかり、あともっと言うとポコアポケモンみたいな自分には合わなそうなスローライフサンドボックスゲームしかり、たまには食わず嫌いせずにプレイしないとなという問題意識だけ持ってます。スプラトゥーンレイダーズ。人の姿に変身できるイカを操作してカラフルなインクで地面を塗り合って陣地を広げて戦うスプラトゥーンの単独プレイ重視の新作スピンオフ。2026年7月23日発売予定。スプラトゥーンは2だけプレイしていて、クイボ必戦がナーフされてなえて PVP やめたんですが、そもそもビジュアルがいいし、塗るっていう背徳的な行為がそそるのか、バイトみたいな協力モードだったり、ヒーローモードみたいなソロモードも面白いんですよね。しかも2のソロモードの拡張コンテンツであるオクトエキスパンションとか普通に難かったし。というわけで、ソロゲ特化に可能性感じてたので、本作も楽しみにしてました。やります。ステラーブレイド。勝利の女神ニケで有名な韓国のゲーム会社シフトアップが開発したアクションアドベンチャーゲーム。未知の生命体ネイティブに支配され、荒廃した未来の地球を舞台に空挺部隊員の主人公イブが人類の生存者たちと協力しながら世界の謎や任務の真実を解き明かしていくっていう感じらしい。2024年に PS5 で発売されていて、スイッチ2版が2026年に発売予定。韓国のゲーム大賞で7冠取ってたり、世界中でも評価されているのと、ニケのストーリーとフェチズムの品質の高さは身をもって実感しているので、いつか手出したいと思っていたところ、スイッチ2版が来るのでプレイ予定です。ところでシフトアップってテンセントとパブリッシング契約結んだプロジェクトスピリットっていう新規 IP があったと思うんですが、あれはいつ来るんだろうか。あっちはあっちでキービジュアルテンション上がってるので楽しみです。大昔はラグナロクオンラインとかテイルズウィーバーとかポトリスとか韓国のゲームも楽しくやってたんですけど、最近ご無沙汰なのでアンテナ張っときたいところ。ステラーブレイドプレイ済みの人、推しだったらぜひ教えてください。名調サイバーパンクコラボ。中国のゲーム会社クロゲームズが開発するオープンワールド型アクション RPG 名調が、日本のアニメスタジオトリガー制作、ポーランドのゲーム会社 CD プロジェクト監修のネットアニメサイバーパンクエッジランナーズとコラボしたもの。サマーゲームフェスで紹介されたから紹介しましたけど、まあもう名調の方はいいでしょう。当チャンネルでも散々動画化してるのでぜひプレイしてください。どっちかっていうとこの場で紹介したいのはサイバーパンクエッジランナーズの方で、名調がコラボするから履修しとくかを思って動画編集中にサブモニターで流し見しようとしたらめっちゃ面白くて動画編集止まりました。あらすじを紹介すると、人体改造が一般的になってる世界で全てを失った貧しい少年デイビッドが巨大なサイバーウェアであるサンデビスタンを装着したらたまたま適性があって超強くなって、街の傭兵サイバーパンクへと身を投じて危険な人生の崖っぷちをかける、つまりエッジをランナーするっていう SF アクションアニメです。絵がおしゃれ、バトルシステムも躍動的で30分かけ10話ってこともあってシナリオがわかりやすくてテンポもいい。ネトフリ890円払う価値あります。伊達に海外の映像作品批評サイトロトントメイトーズで100点満点出してないですね。名調興味なくてもこっちはぜひ。ストレンジャーザンヘブン。龍が如くで有名なセガの内部組織 RGG スタジオが開発するアクションアドベンチャーゲームです。居場所のない男たちが過酷な運命に抗いながら自分たちの居場所を求めて戦い抜く50年にわたる生涯と絆を描いたストーリーらしい。2027年1月15日発売予定。なぜこれを挙げたかっていうと、私が龍が如くをやったことがないから、ああいうヤクザの人間ドラマに興味がなかったのと、芸能人で話題作りしてることへのうっすらな抵抗感があって食わず嫌いを続けてしまったんですが、でもめっちゃ長寿で人気じゃないですか、龍が如く。しかも RGG スタジオって知る人ぞ知る神作、食べ頃スーパーモンキーボールも作ってるので開発元への印象は良くて、世間で支持されてるものはどっかでやっとかないとなぁと思っていたところに似たような新規 IP が来たので、あ、じゃあまずこれやるかっていう感じ。スヌープドッグとか個人の2パックが出るらしく意味不明すぎて楽しみ。ざっくり興味を引いたゲームをご紹介しました。ちなみに各イベントで発表されたゲームの全容はこいつらです。この中で推しだったり楽しみにしてるゲームがありましたらぜひ私にも教えてください。私がピックアップしたゲームのラインナップでお察しの通り、私洋ゲーが弱いんですよね。マーベルズ・ウルヴァリンとかギアーズ・オブ・ウォーとかも話題作なんですが全く知らんし、今んとこ触手も動かんし。ただ1年前名調をはじめとした中華ガチャゲーを毛嫌いしていたのと同様にえぐい機械損失してると思うんで、まずは最近和ゲーすらおろそかになってる現状をなんとかするのが先決なんです
ですが、先々どんどん守備範囲広げていって、皆さんが限られた時間で面白ゲーム体験できるよう、おもろかったやつもそうでなかったやつもバンバン情報共有していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒、おつげなし。